ゼノサーガパイドパイパー。で、あなたたちは死体の意識にダイブしようってわけ？医師として容認できない。死体の心底系に接続すると組織崩壊しつつある生命維持系の情報に影響を受ける危険がある。いわば死者に引きずられるのよ。だいたい許可のない死体検分は違法です。確かめなければ大変なことになる。時間がないんだ。この男はボイジャーではないかもしれん。本物は生きていて、さらに事件を起こすかもしれないというのね。そうだ。45分。医学的に安全を保証できるのはそこまでよ。協力に感謝します。お礼を言うのはまだ早いわ。あなたたちの方が詳しいかもしれないけど、遺体へのダイブをモニタリングするにはそれ相応のデバイスが必要よ。連邦警察科学捜査課クラスの設備がいるわ。つまり遺体を移送しなくてはならない。そう、無許可の遺体搬送。ここに彼の死体がないと発覚したら、どの程度時間を稼げる？幸い今は深夜。ここへアクセスできるのは私と担当警備員2人だけ。12時の見回りが先ほど来たばかりだから。そうね、2時の見回りまでならまず安全よ。今は12時15分か。ダイブルームに移送するのに30分。往復でちょうど1時間か。タイムリミットが45分。またしても時間ギリギリだな。また？いや、こっちの話だ。2時までには帰ってくる。君に迷惑はかけない。待って。どうした？私も立ち会います。科学捜査課に知人がいるから、学術上急ぎで必要な実験だと説明するわ。君を巻き込むわけにはいかない。ここで時間を稼いでくれるだけでも十分にありがたい。部屋を在室状態でロックしているふりをするわ。怠け癖のある同僚がよく使う手なの。なぜ手を貸してくれる？医師として危険なダイブを見過ごせない。本当にいいのか？ええ。無茶をしますね。夜勤の連中だって結構いるんですよ。見つかったら始末書どころじゃ済みませんからね。しかしなんとか見つからずに済んだようだ。生地戦闘ミッションより難易度高いですよ。見つかってもやり直せるなら別ですけど。よし、時間がない。早速だがミハイルはだいぶ準備を急いでくれ。エーリッヒはバグスに6種兵装の準備を頼む。分かってますって。任せといてくださいよ。了解しました。すまんな。よろしく頼む。何度も言うけど、死体へのダイブはとても危険よ。時間は厳守してちょうだい。ああ、分かっている。すまない。君にまで迷惑をかけてしまった。構わないわ。私もまた犠牲者が出るのを見たくないもの。ここはどこかで見たよ。驚いたな。俺が作った偽空間そっくりだ。
多分生前の最後の記憶が残留しているからだと思うんですが、俺も遺体へのダイブなんて初めてなんで。でもところどころデータに破損があるような。気をつけて。細胞が崩壊しているところから心象風景が欠けているの。その場所に接触したら無事にログアウトはできなくなるわ。私たちは魂が消え失せるところに居合わせているんですね。この世界すべてがクラウスの最後の意識というわけか。ミハイル、クラウスの自我が残っている場所は？クラウスの記憶を拾い上げるためにはクラウスのシャドウを探さなくては。シャドウ？シャドウです。クラウスが生前抑圧していた未発達な自我ですよ。細胞崩壊に伴ってクラウスのペルソナ、社会的な側面は消失しつつありますから、おそらく生前のクラウスが否定していた感情もそこに残っているはずです。どこにいる？特定できません。文字通り影のような存在だと思ってください。了解した。過去接触に成功した例はあるのか？ TC4400 年からの論文を漁ってみましたが、遺体への総ダイブ事例が1513件、ダイブの成功例88件、失敗例の1425件が生命的危険を感じてダイブアウトしています。成功例のうちシャドウの目撃例はわずかに21件、うち3件はデータの採取が正常に行われたようですが、残り18件はどうした？データ採取者の精神汚染が認められています。こちら側に精神的外傷が生じるというのか？どうした？お前らしくもない。今の話を聞いて腰が引けたか？そういうのじゃなくて。じゃなくてなんだ？通信文化の発達は天文単位で離れた人との膨大な情報の共有を可能とした。さらに UML の発達は感覚の共有すら可能とした。けれども死すら共有できると思い込むのは私たちの傲慢なんじゃないかしら。命を管理できるのは神のみが持ち得る技か？それが神の力かどうかは私にもわからない。でもこんなことを考えたことがあるの。はるか昔、そう、生命というものが生まれる前にすでに意識っていうものは存在していて、全ての意識は一つだったんじゃないかって。その意識は今もどこかに存在していて、私たちは生を受けた瞬間にその輪から切り離されてしまうの。再びそのリングに加わること、それが私たちの生きる本当の目的だって。しかし命あるうちはそのリングに入ることはできない。そこへ入る唯一の方法は自らの命を絶つことなんじゃないかと考えたことがあるわ。それを思い出すと、今私たちがやろうとしていることはその黄金律を破ろうとしているように思えるの。我々レアリエンはもともと意識すら作られていると考えているがな。人間固有の思考がそう思わせているのかもしれん。ラクティス、デニス、準備はいいか？はい。いいですか？ 1 分後にカウントを開始します。何があっても40分以内に戻ってください。通信が途絶えた場合、あるいは想定外のトラブルが発生した場合、こちらから強制ログアウトを実行します。よし、各自時刻の確認を。確認しました。確認完了。確認しました。よし、目標はクラウスのシャドウだ。尋問の時間を考慮すると捜索にかけられる時間は30分。各自迅速な行動を。
れはクラウスのようだが。違いますね。クラウスのシャドウ自身ではなく、記憶断片の投影のようです。待て、何か聞こえる。ほら、約束のブツだ。ご苦労。この仕事に慣れてきたようだな。引き続き採取に励め。採取？何の採取なのかしら。メリス、声を出すな。もろに残存記憶をかき乱す危険がある。待てよ、俺はもう十分働いた。あの方にはいつ会わせてくれるんだ。あの方、奴はなかなか忙しい男だ。当面の間は会えんだろうな。忙しいだと？当然だ。奴はお前の数十倍もの脳内麻薬プログラムを集めてきている。脳内麻薬プログラム？おい、俺はあの方と約束したんだ。早く会わせてくれ。頼む、頼むよ。会わせないとは言っていない。それともここで降りるかね。では失礼する。何？時が来ればあの男からお前に会いに来るだろう。ねえ、おじさん、お見分かしようよ。俺たちが見えているのか。隊長、どうします？残存記憶に干渉するのは危険だが、クラウスのシャドウと関係があるかもしれん。おじさんたちがね、もういいよって言ったら捕まえに来てね。早くしようよ。おじさん、まだ？仕方ない。残された時間は少ないが、やってみるか。もういいよ。遅い。ほう！そこまでよ、坊や。これで2人です。この調子でどんどん行きましょう。バグス、お前なんだか楽しそうだな。そんなことないです。これはミッションの一つですね。ああ、捕まっちゃった。おじさんたちすごいね。あっという間だったな。それじゃあ僕たちそろそろ帰らないと。待ってくれ。君たち、クラウスという男について何か知らないか？クラウスは苦しんでるんだ。だからおじさんたちの手で救ってあげて。じゃあ私たちもう行くね。ありがとう。クラウスが苦しんでるってどういうこと？さあな、クラウス本人に聞いてみるしかないんじゃないか。そうだな。こうしている暇はない。先を急ぐぞ。誰だい？俺の世界に入ってきたのは。誰でもいいや。どのみち、あんたも傍観者なんだろう。
人間はみんな窓を流れゆく雨粒みたいなもんさ。邪魔しないでくれ。ここは俺がやっと手に入れた終着点なんだから。貴様はボイジャーなのか？ボイジャー？ボイジャーって何だったっけな。俺はずっと一人だった。誰にも俺の姿なんて見えやしない。孤独だったから事件に関与したと言いたいのか？思い出したよ。ボイジャー。俺に安らぎをくれると言った男だ。安らぎ？ああ、そうさ。あの方は何だったかな。そう、脳内麻薬プログラムを集めてたんだ。そして仕事を手伝えばこの虚しさを埋めてくれると言った。絶対的な安らぎをやるって。あんたにもあるだろう？埋められない孤独。人間ならあるはずだよ。ボイジャーが貴様の孤独を埋めてやると言ったのか？そう。だから俺はあの方の言う通りに動いた。そして今、俺はやっと安らぎを手に入れた。それはあの方の言う約束の地。約束の地？ここがそうなのか？ここだって？冗談はよせよ。ここは俺がやさぐれていた薄汚い場所さ。偏見、裏切り、嫉妬、憎悪。もう飽き飽きなんだ。こことはもうじきさよならだ。お前の他にもお前のような人間がいるのか？俺のような約束の地へのチケットを手に入れた人間がいるかって。ああ、いるともさ。あの方の目的を達成するにはアブラクサスの血が必要なんだ。アブラクサスの血？一体何のことだ？アブラクサス、それはゾハルの。今何と言った？ゾハ、何だと？その8、太陽の上に傾けたら、太陽は火をもて人を焼くことを許さない。あの言葉か？気をつけて隊長。新しいパターンです。かつて人々激しい熱に焼かれて、これら苦しみを司る権威を持ちたもう神の名を汚し、かつ悔い改めてして神に栄光を着せなるき。やつは神の名をかたり、俺たちを欺いた。奴とはボイジャーか？違う。なぜあの方は奴との約束の地へ連れて行くんだ。いつも急須に応対する人間だというのか？アブラクサスの富を貪り、民を煽るごとく、ユリウスこそが光に焼かれるべき安い存在だというのに。ユリウスだと？ミハエル、記録したか？はい、隊長。至急本部に連絡。本部に連絡いいんですか？非合法ダイブ中ですよ。構わん。早急にユリウス教皇の安否を確認しろ。教皇のですか？詳しい話は後だ。即時ログアウトする。記録はダブルバックアップしたな。 OK です。いや、まずい。なんだ？フランスの残存自我から極めて駆逐プログラムに似た波形が出ています。注意してください。メリス、後ろだ！
もう一匹だぞ。早い。大丈夫。隊長、ラクティス。赤と青、2体のマクロファージ。ミハイル、分析結果。その2体、赤は炎の、青は氷の属性を持っているようだ。目の前の赤はメリスとバグスじゃ分が悪いぞ。メリスさん、隊長たちの反応は健在。カイカで現在戦闘中です。そう、よかった。隊長なら青と相性がいいわ。カイカの戦闘が終わって氷の技を持つラクティスが来るまで持ちこたえるわよ。ダメだメリス。メリスらのスピードは隊長を上回っている。敵の動きを捉えきれず苦戦中だ。加えてラクティスが青に有効な武装がない。残念だが女性は期待できないかもしれないぞ。甘えていられないか。バングス、私たち2人の全力で赤を攻撃するわ。メリスさん、僕たちは影しか持ってないんですよ。効果が薄すぎます。いいの、時間を稼いで。それとバグス、もう一つお願い。戦いながら隊長たちの現在位置のトレースを続けて。それは作戦中は頭の中を数字と戦略だけに。バグス、私に任せて。私たちで突破口を開くわよ。やあ皆さん、元気でしたかな？フォレストですぞよ。たとえみんなから忘れ去られてもなぜか続いているこの動画、今回も40ページのボリュームでお届けした次第、楽しんでいただけましたでしょうか。さて、では今回のお話をおさらいしてみましょう。
ゼノブレイドの発売から早2年、再びゼノヒデイの日々が続いているわけですが、まあとりあえずプロジェクトクロスゾーンというゲームのコスモス&テロス出張が未だに続いているようで、まだまだゼノサーガは健在と。ぜひぜひ Wii U で出るであろうモノリス新作に向けて皆さんのお布施の方を。さて、では次回ですが、第4章の後編になりますね。そう、もう1回で第4章は終わらせるつもりです。実はこのパイドパイパーは次あたりから格段に面白くなっていきます。私もこのゼノヒデイの中がモチベーションを上げてひたすら書き続けようと思っておりますので、皆さんもぜひぜひ次回ご覧遊ばしちゃってくださいますようよろしくお願いいたします。それではその前に15の B の方のご期待よろしくお願いいたします。今回も皆様大変お待たせして申し訳ございませんでした。これからも密かに変わらぬ応援のほどよろしくお願いいたします。案内はフォレストでした。ってあれ、変換は変換